今回は徳島産地のその2ということで、実際に染めをね、していきたいと思います。訪れたのは藍染め工房ルアフさんです。これはね、徳島市内にねありまして、自社ビルの1階にこのような工房があるというところでした。今回ね藍染めを教えていただくのが藍師の山田中さんですね。柔軟剤とか使ってないですか？使ってますですね。匂いが使わない方が良かった。洗剤だけのほらでもお湯で洗います後で。このように、布をね持ち込んで、今回はね洋服を持ち込んでますけども、これを計量して 1g 何円ということで計算をしていただいて、染めをするというようなシステムになっておりました。っていうか一色ですか？一色でいこうかなと思って、本当はグラデーションいいかなと思ったけど、すぐ難しいかなと思って。グラデーションにもあれによるね、段染めっていうと本当のグラデーション、段染めっていうのが、線が入る。線が入る。で、本当の柔らかいグラデーション。めちゃくちゃ時間がかかります。ですよね。一色で最初なので、一色でいいですか？一色でいこうかなと。欲を出すと失敗しそうな。じゃあちょっとこれお湯で洗ってもいいですか？いいです。その柔軟剤が良くなかったんですね。良くなることはないですよ。全然。でもやっぱり柔軟剤入っとったら、染まりが悪かったりするかなぐらいです。やっぱりどのぐらいなのか色はね、好きな色にしてもらったらいいですよ。このぐらいとかだったらどんな？薄ないですか？もうちょっと濃いのもできるんです。もちろん。うち時間回数決めてないんで、そのお客さんが好きな色になったらやめてもらったらいい。けど薄いがいいやよ、でもたまにおりますけど、薄すぎてる方が。いや、もううちにあるんですよ。たまに青くしたいっていう人がおるんで、一応わざわざですか？そう。もう結構ですよ。お子さんとか。で、爪青になるんですよ。で、さっきも言ったけど、皮脂は汚れと一緒に落ちるけど、爪とかちょっと私も青になったんですよ。だから藍染めしてきたって言ったら別に学校の先生にも爪が青くても怒られんし、って言ってわざと染める子でも。柔軟剤を入れるかな。いつも自動で入れるようになった。なるほどね。そのまんま何も考えずに。柔軟剤があるときれいに染まらない。だし、薬品をね、液に入れることがあんまりよろしくはない。藍染めって金なので、一回死んでしまったら復活しにくいですよね、やっぱり。手でもしたいですか？手で持ちたいって。手やりたいですか？持たない方があるんですか？これ、ハンガーで。やった感。手の方がやった感がある。そう。じゃあ手で。やった感の問題。ハンカチ体験とか、ストールとかやってくる人は大体手でやってもらうんですよ。けどお洋服は基本
吊るしてとか、重いのね。じゃあ今からもう入れていきます。はい。でこっちのはもうこのままこれで。そうなんですね。このまんま。楽でしょ。はい。そうしようかな。じゃあ重いよ。いや最初一回頑張ってみてくださいじゃあ。はい。じゃあでしんどかったら全然こっちにはい。変えれるので。で持っとくだけじゃないんです。はい。することいっぱいあるんでね。でそっちも入れてください。でお水を切るように縦にまっすぐ。そうです。ここでいいです。そうですよ。ゆっくりもうちょっとゆっくり。もうちょっとゆっくり。ゆっくりスーって切り替える。吸い込まれるような感じがする。はい、でこれで3分。3分。はい。そのままもかなかった。まあ重くはないよな。重くはない。でもね、そうここにこうヘリにつけとくとかいろいろ結構自分で努力して楽な体勢を見つけた方が絶対いいです。この持ってるところがだけ染まらないとかそうあります。だけちょっと動かした方がいいです。全然大丈夫。何回かつけてあげてもずっと繰り返すんですよ。で色を濃くしていくので、次違うとこを持つ。でやっぱりこの藍染めってさっきも言ったけど金なので、なんていうんだろう、つけとくだけではダメです。で草木染めはね煮込むでしょ。煮込んで色入れていくけど、藍染めって空気に触れることによって酸化させるんですよ。だけ言ったら酸素に触れることがなかったら、色は染まらん。1回でどのぐらいの青さになるんだろう。でもその日の液の状態と生地の厚さとかにもよりますよ。多分この子結構調子いいけん、そんな薄くは絶対ないけど、っていうか多分濃いとは思いますけど、これでも繰り返してやらな。濃くはならない。見て状態がわかるんです。こう元気だとか。大体わかります。やっぱり半年とか使いよったら色素吸い取っていくので薄くなっていくのね、どうしても。そしてもうこのお客さんに使うような状態ぐらい薄くなってきたら、もうこのうちの商品とかの布もうちょっと下げてもらっていいですか。を染めて色取っていって、極限まで色取ってあげてから捨てるんですよ、で作り直し。2、3ヶ月は持つものですね。半年ぐらい。半年ぐらい。でも長かったら1年とか持つ子もおるけどね、あんま使わなかったですから。この桶というか、これで何キロぐらいのマスクを使うんです。全部一緒、あそこに1票あるじゃないですか、あれを1票立てするんですよ。1票でこの大きさなんですね。それが半年ぐらい。でここはね縦長です。で130センチ深さ、こっちは。そんなにあるんですか。一応地面ほっとんでね、これ全部。そうなんですね。何センチ？130。だけど私とか入ってます。150、ここぐらいまで隠れるぐらい結構深いですよ。でなんでかって言ったら縦長の生地とかやっぱ染めるときにそれぐらいの深さがあった方が便利で、上げてくださいね。っていうかね、上げながら絞ってもらっていいですか。こうもうこのまま雑巾絞りのように。もう普通にグイグイと一気に上げた方がいいですよ。一気に上げて、色ムラがでこう絞る。そうで、この作業が一番大事。服の方が良かったです。こっちの方が。こっち大変かも。でかいから。で、絞ったら開きます。開きます。で、さっきも言ったように空気に触れさすことが大事。なんか
山川さんが、この縫い目大事だよ。大事ですよ。だけね、開いてとかって。ここの特にこういう服のここ4つになっとうとことかは後ろのところ気持ち引っ張る。でもこんなぐいぐい生地が痛むぐらい引っ張らんでもいいので、気持ち引っ張ってほしい。でね、こことかつまんじゃってるでしょ。だけどここもこちょっとう出してやる。参加。でこういうとこで二重納豆とこ、ここはもうしごいてください。襟回りとかその縫い目、こういうとこで、けどこれを何回も何回もやっていくので、実は一番難しいのが青一色ですよ。そうなんですか。もうだってオーダーとか来て「青一色でいいです」みたいな、よう言われるんやけど、一番難しいやつ。まだこう段染めとかの方が全然昔が出てもね。青一色ってもうムラがよかったかな。ムラが目立つんですよ。でけどこういうね、ご自分で着るとかだったら全然、この多少のムラもいいんやけど、うちがもしオーダー頼まれて商品として出せ言われたら、できるだけムラはないように。ってなあかんです。これお股のとことかもきっちり開いた方がいいと思う。デザイン。なんか涼しそうやねこれ。そうですよね。これも次着よう。あっち切ってもらって。落ちてしまった。すみません。どうします？手持ちでいきます？いくんですね。あれじゃないですか。ちょっと緑っぽいく見えますね、今の段階では。葉っぱの色って緑でしょ。で、もちろんこの液見ても青や思わんでしょ。青っぽいですか？でもね、これ表面って酸化しそうだけなんです。空気酸化。中の色ってこうちょっとわかるかな、茶色。そう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 。表面は酸素に触れとんで酸化しとうけど、本来の液の色ってこう。本当だ、茶色だ。でこの中の藍の分子だけが入ってくっつくんやけど、洗う時にこの藍以外の色は全部流れていきます。不思議よね。で開いてもらっていいですか？また横にさっきみたいに。でまた2回目いきますね。こっち側にしよう。空気が多分入ってるんで、一回上まで上げた方がいいですよ。もう一回。上まで全部上げて。そう。でゆっくり水を切るように縦に。もういいです。入れて。ゆっくりが入ると思う。ちょっと空気が入るとことでよれたりする。さっき浮いてました。それこそ徳島って藍染めって有名じゃないですか。でも藍染めが有名なのではなくて、やっぱりそのすくもの生産が日本一だったっていうね。だけど染め屋さんよりもすくも屋さんの方が結構本当は大変。1年かかるっていうから。そう。100日かけてあれ作ってらっしゃいますからね。しかも命がけやと思う。昔はね、400件以上、420件以上あったんですって、すくも屋さんが。で、全国からその藍を、徳島県産の藍が、言った上質の藍を買い求めて、地方から買いに来られとったんですね、徳島で。その市場が行われよったのが、駅前にね、藍場浜っていう、今は公園になったんですよ。そこでずっと競りが行われて。そうなんですね。
駅前行ったね。泊まったのが駅前だったんで、昨日お祭りしてました。してましあた。そこの会場周辺が相葉浜公園なんで、川があってその駅のね、あの川の両端はね全部蔵だったんですよ。だけど相性人さんので相農家さんもおるけど、まあ相性人さんもおる、でこの商人さんたちが買い付けを行ったり、あの川の端両端でね、そうですよね。やっぱね農家さんが俺、何を言ってもいや大変だと思いました。大変だと思います、私も。うわー、緑だ。どう見ても緑だなこれ。高緑っていう。でもね、この緑なんがね、そのさっきみたいに空気に触れさすことによってどんどん青くなっていくんですよ。すごい、どんどんでも変わってきました。なんだろう、早送りとかで見たらすごい分かりやすいけど、すごく青くなりますよ。こうやってね並べてみると、1回目はねやっぱりねかなり緑っぽいんですけども、2回目からだいぶ青くなって、まあ4回目5回目になるともう完全にね深い青になっているという感じですね。だけどこの空気とくっつくことでインジガンっていう分子の名前になるらしくて、そのインジガンがインディゴの語源らしい。濃くなったでも揚げの時よりすごい青になった。深くなっていく。綺麗。早めに広げてあげてね。そのシワが柄になるので、綿の糸それはもちろんいいんですけど、弱いよね、綿の糸って。ああ、そうですね。もしかしたらこうしごいたりいろいろすると切れるかもしれない。本当に。ポリエステルだとやっぱり色が変わってきますか。ちょっとブチって言ってしまったね。ポリエステルはね変わります。絶対に。じゃあ紺の色で塗ってこればよかった。そう。ね、そうですね。オーダーのお洋服なさる方は、いや綿でもやったんですよ。綿でもやったんやけど、結局染めよったらやっぱり傷むので糸が。なるほど。だけんね、布を染めるかになってくる。なんかけどね、それこそね、布染めてこれ切るとするでしょ。もったいないよね。歯切れが。そうですよね。歯切れ分も高くなるし。結論やっぱ縫製してから染めるのがいいのかなとか。で高くてもいいやったら生地を染めてから塗るとかね。そうですね。このね深い青緑から青に変わっていく瞬間がねものすごく綺麗なんですね。これねおそらく1000年ぐらい前の人もね同じように感じていたんじゃないかなというふうにね、非常に感動しました。わかんないんですけど、その出来上がりの色って最初と全然違う。でもこれぐらいではまだ全然多分ムラもすごいしわからんでしょ。でもそうなんですか。でも多分洗ったら全然多分こことかの色が全然違います。だけどここに今入れて一挙けどこういう二重のとこにでもこの生地自体がすごく色入りやすいですよね。すごいすごい。そして手でいきますね。でこれでねやってほしいことがあるんですけど、水中で絞る。絞って水中でこうやってギューって絞って開いて色素を中に水の中ねこの液の中で入れていくんです。端っこからこんな感じでもいい。こうギューって中に中で何回言われてる。なんでまた YouTube しようと思ったんですか。なぜでしょう。なんで YouTube。知らん間になんかちょっと巻き込まれて最初はね最初はなんか日没とかやってたよね。
日没？出雲の夕日っていうテーマでことをやっていそのて、型紙を売りたかったんですよ、その要塞で。なるほどね。でそれの宣伝用ということでもともと始めてたけども、そうです。最悪よ。そしたら一番最初にしたのが結構見られたんだよね。そうだね、思いそのほかね。したらなんかちょっと楽しくなっちゃって。いろんな YouTuber の方おるもんね。そうなんですよね。時にまたりすぎて。うちだけ中国とかから来て、はい。中国も来たけどね、いろんなとこ結構アジアの方来てくれて、はいでそれをやっぱ向こうの YouTube 見た人が来てくれて、とかほら動画いいですかって言われてどうぞって言ってYouTube 上がっとうとかも全然知らなくて、後からお客さんに聞くっていう、YouTube 見ましたみたいな、どこで見たんですか？もし切れたら今度は紺色でなってきます。染まらないといけないし、ムラがあるといけないしね。だけども、下入っちゃった。そんなこう上手に難しいわね。ムラなくこうそうですね。それ結構重要な情報だから、その面の糸で縫うところがいいと思ってやったんだけども、そうそうそう。いいんですよ、いいんやけど弱い。弱いよね、やっぱりどうしても。お洗濯しようっても多分面の糸って切りやすいと思います。今の洗濯機って結構強いので、手洗いとかねするんやったらいいけど、そのアイネキの立て方って聞きました？立てるって作り方？なんとなく何だった？最近やったら化学薬品使った化あ学立てっていうのがあるんです。あ。はい。うちは化学立てではないですよ。はい。赤発酵立てなんですけど、その肺もね、何を薬莢かによって変わるんですよ。pH。このアイネキってなんで手袋してもらったかって言ったら、その pH が10から11ぐらい、はい。強アルカリ性です。なのでちょっとこう手荒れ。手が荒れる。すごいな。でもある意味、そこちゃんと自分で用意されるっていうのが、まあでも売ってないのかな、確かに。売ってます。売ってるんですか？けど、うん正直何燃やしとこうかわからない。まあ確かに。5回目？あ、数えてなかった。何回だろうね。私も基本数えるので。だけどほんまにお客さんがこの色でいいですって言ったらやめるんです。で、今この色は絶対にこの色じゃないですからね。もうちょっと薄くなる。もうちょっとどころじゃない。もうだいぶ。しかも濡れとうでしょ。はい濡れとうし、洗ったらだいぶいらん色素が落ちるので。それは全く分かんないですね。やってないと全くこれがどれぐらいかっていうのが。でも自分で油水でもらってまだ薄いなと思ったらもう一回つければいい。私もほなきゃこのお客さんの好みの良さはちょっとね分からないので、そこがね藍染めの大変なところ。藍染めって48色くらいあるんですよ。可愛いね、形。可愛いですよね。ね。自分ででも自分が思ってなかったら売れんよね。可愛いなと思って。自画自賛はせなあかんと。上下で着たいと思って。
夏いいめちゃくちゃ今年の夏はこれを愛用するんです。ヘビーローテーション。で白よりも藍染めにすることによって紫外線までだいぶカットするんですってやっぱり。やっぱ目に入っていくのかな。なので白よりも全然いいらしいです。防虫効果もあるって書いてあったんですけど。そう、防虫効果もあるし、防虫効果、防虫効果。防虫効果。虫がねつかないっていう。そのね、防虫効果っていう理由はね、昔のね、のれんとか藍染めで抜いとったりするでしょ。あれの白い部分だけ食べられて、あれの部分は食べられにくかったらしくて。蚊帳とかもそうなんですかね。防虫効果と、抗菌効果があると言われております。ただ私ギューってやるけど、ごめんなさい、ブチブチなっとったら。いや、いいです、いいです。いいことはないですけど。縫えますから。そうです、ダイヤ模様。そう。なんか白生地の時はちょっと安っぽい生地だったんですけど紺色になった途端になんかすごいいい感じ、しっかり、で、そうそう、ね、生地もやっぱりしっかりするらしいですよ、染めたらね、高級感のある素材に変わりました。素敵。でも今の状態からだと本当に真っ黒っていうふうに見えなくないもんね。じゃあ洗いますか。はい。で、もう入れて、ジャブジャブ洗ってください。茶色い液が。これはアク。やっぱり藍染めの葉っぱにはアクもあるんです。もういらんよ。何回か水を変えながら、こっちので洗って。からもう一回絞って、開いて入れてください。こんぐらいならいいです。いいですよ、全然。すごい均一に綺麗に染まった。こっちに見せて。はい。綺麗。で、今からそれそれ綺麗は洗濯機にかけますね、一回ね。その表面だけで残ってる分子、もうここで一回洗っていきます。はい。それが残っとったらさっき言ったこの色移りとかの元になるので、いい色。で、一旦洗濯機入れて、これからうちはお酢につけます。色止めの。で、上がるじゃないですか。でも怖かったらこう片足でもいいですよ。で、このまま。で、どうするかって言ったら、向こうに落とす、手前に引く、上げる。向こうに落として、もわーってなるでしょ。本当だ、もわーってなってる。泡立てんように向こうに落とす、手前に引く、上げる。
そうこうするとどうなるの？これを毎日することによって温度均一に全体的に。今温度って何度ぐらい？なんかそんなに今温度かけてないですよ。もうあったかいので、はい冬場は入れとうけど。で常温って感じなんですね。あ、持って浮いてきますね。その棒がでしょ。棒が。そう、になる。向こうに行ってるんかな私。一番下までつかなかったな。で、落とす。手前に引く。グッ。あ、なんかちょっと感触が。わかりました。はい。でも全然なってる。葉っぱが沈んどんをギュッギュッ。いい感じ。少しなった。汗をかきます。結構しんどいでしょ。わ、すごい。これが葉っぱがね。ここに沈んどんが今日わかる。すごい。こうなんかちょっとこう。余分なね色味を落としてこのように出来上がったようです。セットアップかわいいな。かわいい。大満足。まだ濡れてると本当の色っていうのはまだもう少し薄くなるんですか？乾いたらね、けどそんな急激に変わるぐらいはもう全然ないですよ。楽しみ。ワントーンちょっと明るくなるなくらいの。全然綺麗。トーン一色って感じ。この間徳島で藍染め体験をしてきて出来上がったのがこの上下です。全部をなるべくちょっと濃い藍染めにしようと思って染めをしてきたんですけど、一色っていうのは、染めムラができやすくて難しいよと言われていたんですけど、ちょっと染めムラにはなりましたが、割といい雰囲気に染め上がったと思います。手取り足取り教えていただけるので、割と染め自体はやりやすかったです。染める前に白い布を縫製していったんですけど、最初に紺色のロックミシンを使っていて、地縫いは白色の綿の糸を使っていたんですけど、綿の糸はちょっと弱いんじゃないかという話を伺って、最初から紺色のポリエステルの糸で縫っていたらよかったかなというところは感じました。じゃあこんな感じに上もちょっと上が薄かったかなという気はします。ボタンは後から色に合わせて選んでつけてみました。皆さんも藍染め体験楽しかったので、ぜひ自作の洋服を持って行って染めてみたら楽しい体験ができると思います。